今回は、1泊2日、岩手県盛岡の旅です。まず、先に盛岡駅を下車したので、盛岡駅西口へ向かっています。こちらの、マリオスという高層ビルは、盛岡市内で最高層の超高層ビルで、最上階には展望室もあります。まず、マリオスの低層階には、こちらが旧国鉄の工場跡地だったので、その当時の光景を展示しているので、見ていきます。このように、機関車の模型もあります。それでは、これからエレベーターで最上階、20階にある展望室へ向かいます。こちらが、20階にある展望室です。こちらの高層ビルは、高さ92メートルですが、おそらく、展望台は約80メートル程度だと思いますが、このような盛岡市内全域を一望することができます。展望室内には、盛岡市内を模型で再現した案内もありました。それでは、これから盛岡駅地下にある盛岡名物、盛岡冷麺を食べに向かいます。こちらが、盛岡冷麺の専門店です。このように、冷麺とのセットが複数あります。はい、すみません。はい、今回は、こちらの冷麺とミニ焼肉丼のセットを食べていきます。冷麺の美味しさを堪能できるようになっていますので、おすすめです。その後、まだホテルにチェックインの時間まで早いので、盛岡中心部を巡っていきます。こちらは、盛岡城跡公園の一角にある、盛岡歴史文化館です。
こちらでは、盛岡の歴史や文化を有料エリアまたは無料エリアで体験することができるほか、お土産も販売しています。なお、有料エリアはほぼ撮影不可に近かったので、無料エリアのみ巡ってみます。無料エリアでも、このように出汁などを間近で見ることができました。その後、一度近くにある、プラザオデッテで休憩を取りました。休憩を取った後、盛岡啄木、賢治青春館という無料で見ることができる博物館に向かいます。こちらの博物館は、主に石川啄木、宮沢賢治に関する展示を満喫できるようになっています。これで、まさかの無料とは大盤振る舞いだと思いました。その後、近くにあるカーシェアのステーションから街を散策しながらどのぐらい走れるか検証しました。検証を終えた後、盛岡で有名な岩手銀行赤レンガ館に向かいます。こちらは、無料エリアとすべて閲覧可能な有料エリアと入り口が分かれていますが、今回は無料エリアで巡っていきます。なお、詳しい展示などは見ることができないが、このように大正ロマンを感じる赤レンガの内装は無料エリアでも十分に堪能することができます。その後、もうすぐホテルのチェックイン時間になるので、ホテル方面に戻っていきます。なお、盛岡城跡は、盛岡歴史文化館などがある方面だけでなく、このように飲食店などが立ち並ぶ向かい側の一部も盛岡城跡となっています。このようなケースは、全国でも数少ないと思われます。その後、ようやく今回出発する、ドーミーイン盛岡でチェックイン完了し、ルームツアーしました。ルームツアーを終えて、さすがに汗がかいたので、スカートをデニムスカートに着替えました。着替えた後、近隣にある観光スポットを巡っていきます。なお、今回はレンタカーは借りていないので、主に盛岡中心部のみのスポットを巡っていきます。
国新婚の家に到着しました。なお、館内は他にまだ巡る場所があるので、内観だけ撮影して、次のスポットに向かいます。撮影スポット、朝日橋に到着しました。なお、撮影前に終点で大雨だったので、川の流れが速かったです。その後、盛岡駅に向かっていきます。なお、盛岡駅周辺には、このように地下通路を渡らないといけない場所がいくつかあります。ようやく、無事に盛岡駅に到着しました。その後、一度電車に乗って隣駅の仙石町駅に向かいます。こちらが、仙石町駅です。駅周辺は、主に住宅地となっていました。その後、電車で再度盛岡駅に戻り、ホテルに戻り寝ました。そして、翌日。先日に予想外の暑さで熱中症気味になって、前日に入る予定だった温泉宿を深夜に入り、その後、別のカーシェアのステーションからドライブして、検証しながら街の様子を見てきました。その後、無事に帰還して、ようやく道民院盛岡で朝食をとりました。今回の旅は、これで終わります。興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。